こんにちは。今回はパプコン編みで作る四角いモチーフを紹介します。このようにパプコン編みは凹凸のある面白い編み地になります。編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。1段目は細編みを8目編んで最後に引き抜きます。2段目は長編み5目のパプコン編みを編みます。最初のパプコン編みだけは鎖編み3目を編んで長編み1目としますので、あとは長編みを4目編んでパプコン編みを編み、間に鎖編み2目を入れて、次の細編みにパプコン編みを編んで間に鎖編み2目を入れて、細編みそれぞれに長編み5目のパプコン編みを鎖編み2目を入れて編みます。最後は引き抜き編みをして次の鎖編み2目のスペースにもう一度引き抜き編みをします。3段目は鎖編み2目のスペースに2個のパプコン編みを編みます。鎖編み1目を間に入れながら鎖編み2目のスペースに2個のパプコン編みを編んで全部で16個のパプコン編みを編みます。最後は引き抜き編みをして次の鎖編み1目のところにもう一度引き抜き編みをします。そして次の段が四角いモチーフに作ります。引き抜き編みをしたところから鎖編み3目を編んで鎖編み1目のスペースに長編みを2回編み入れます。次の鎖編み1目のスペースには長編みを3回編み入れます。そして次の鎖編み1目のスペースで角の編み方をします。長々編みを3回、鎖編み2目、長々編み3回を1つの鎖編みに編み込みます。次の鎖編みのスペースには3回長編みを3回編み入れて次の鎖編みのスペースに角の編み方です。これを繰り返して最後は引き抜き編みをします。では最初に鎖編み5目の輪の作り目から細編みを編みます。鎖編みを5目編みます。最初の鎖編みに引き抜いて鎖編み5目の輪の作り目ができました。鎖編みを1目編んでからこの輪の中に細編みを8個編み入れます。1、2、3、4、5、6、7、8個の細編みができました。最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。ここが鎖編みで立ち上がったところですから、ここが最初の細編みの頭です。ここに引き抜き編みをして1段目を閉じます。次は2段目です。2段目はパプコン編みを編みます。鎖編みを3目編んでこの鎖編み3目を長編み1目としますので、あと4回長編みを編みます。鎖編みを編んだ同じところに針を入れ、ここです。ここに長編みを4回編みます。長編みを1回、針に糸をかけて、同じところに針を入れ、糸をかけて引き出して、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、長編みが3目編めたことになります。鎖編み3目が長編み1目ですから、1、2、3目の長編みが
編みました。あと2回同じところに長編みを編みます。これで5目の長編みができたことになります。最初の鎖編み3目の3個目のところに針を入れて、編み目を針に戻してここに引き抜きます。鎖編み1目を編んで、これで鎖編み1目を編んだところまででパプコン編みが出来上がりです。ここから鎖編みを2目編んで、次の細編みの頭に長編み5目を編み入れてパプコン編みを編みます。同じところに長編みを5回編みます。これで長編みが5目できました。針を抜いて、最初の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き抜いて鎖編みを1目編みます。これで長編み5目のパプコン編みができました。次も鎖編み2目を編んでから、次の細編みに長編み5目のパプコン編みを編みます。次の細編みに長編みを5回編みます。長編み5目ができました。針を抜いて最初の長編みの頭に針を入れ、編み目に戻して引き抜いて鎖編みを1目編んでパプコン編みができました。次は鎖編み2目を入れて、これを繰り返して全部で8個のパプコン編みを編みます。2段目の8個のパプコン編みが編めました。鎖編み2目を編んでから最初のパプコン編みの頭に引き抜きます。パプコン編みの頭は鎖編み3目のここです。ここがパプコン編みの頭になります。鎖編みを引き抜いたところですね。ここに引き抜き編みをして2段目を閉じます。もう一回鎖編み2目の隣のスペースに引き抜き編みをして移動します。ここから3段目を編みます。3段目もパプコン編みですので、鎖編み3目を編んで長編み1目とします。この鎖編み2目のところに2個のパプコン編みを編みます。最初のパプコン編みの長編みを4回編みます。鎖編み3目と長編みが4回編めて長編み5目ができました。最初の鎖編みの3個目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し鎖編みを1目編みます。これで1つのパプコン編みができました。編み地を寄せて同じところにもう1回編みますが、間に鎖編み1目を入れてから同じところに長編みを5回編みます。5目の長編みができました。最初の長編みに針を入れて糸をかけて引き出し、鎖編みを1目編んでパプコン編みができました。次は鎖編み1目を間に入れて、次の鎖編み2目のスペースにパプコン編みを2個編みます。長編みを
5目編んで糸を抜いて、最初の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、鎖編みを1目編んで、パプコン編みが1目できました。鎖編み1目を間に入れてから、もう一つのパプコン編みを同じところに編みます。長編みを5目編みます。最初の長編みに針を入れて、糸をかけて引き出して鎖編みを1目編み、間に鎖編みを1目編みます。これを繰り返します。次の鎖編み2目のスペースにも2つのパプコン編みを編み入れて、これを繰り返して編みます。3段目の16個のパプコン編みができました。最後は引き抜き編みをします。最初のパプコン編みの頭のここです。ここに引き抜き編みをして、もう一度隣の鎖編み1目のスペースに引き抜いて、これで3段目ができました。このままでもとても可愛いですが、裏はこのような形です。丸い形で使いたい方はこの形でお使いください。次はここから四角いモチーフにします。では編み図で説明します。パプコン編みを16個作りました。今2回引き抜いてここに移動したところです。ここから四角いモチーフに作ります。次は長編みですから鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のスペースに長編みを2目編み入れます。次の鎖編み1目のところに長編みを3目編み入れて、次の鎖編み1目のところには四角の角の編み方を編みます。長々編みを1、2、3回編み入れ、鎖編み2目を編んで、同じ鎖編み1目のところに長々編みをもう3回編んで、この四角い角の編み方をします。次は鎖編み1目のところに長編みを3回ずつ編み入れて、次の鎖編み1目のところには角の編み方です。次も鎖編み1目のところに3回長編みを編み入れて、次は角を編みます。次も3回長編みを3目ずつ編み入れて、また角の編み方をします。そして最後の1目のところには長編みを3目編み入れて、最初の鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをして、この四角い形にします。ではここから鎖編み3目を編んで、この鎖編み1目のところに長編みを2回編みます。次の鎖編み1目のところには長編みを3回編みます。次の鎖編み1目のところには角の編み方を編みます。次は長々編みを編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて、鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて2本の糸を引き抜いて長々編みを編みました。
ここは3回編みますので、あと2回長々編みを編みます。これで長々編み3目が編めました。次は鎖編み2目を編んでから、また同じところに長々編みを3回編みます。これが角になります。四角の角は長々編み3目、鎖編み2目、長々編み3目を鎖編み1目のところに編み入れます。次の鎖編み1目のところには長編みを3回ずつ編みます。長編みを3目、次の鎖編みのところにも長編みを3目です。次の鎖編みも長編みを3目編みます。これで3回長編み3目を編み入れました。次は角の編み方をします。次の鎖編みのスペースには長々編みを3回編みます。長々編みが3目できました。鎖編み2目を入れてから同じところに長々編みを3回編みます。これで角が2つできました。間に鎖編み1目のところに長編みを3目ずつ入れて角を編みます。こちら側も同じように四角い形にします。4段目の最後のところまで編めました。四角いモチーフになりました。最後は長編みを鎖編み1目のところに3目編んでから最初の鎖編み3目で立ち上がった123個目のここに引き抜き編みをして出来上がります。編み地を整えてください。裏はこのように平らになります。こちらの表側は凹凸のある編み地です。ポップコーン編みの四角いモチーフができました。たくさんつなげて楽しんでみてください。ポップコーン編みの四角モチーフを紹介しました。